賑やかな除夜の鐘、家族や親戚が集う温かい食卓、玄関を飾る真新しい門松。私たち日本人にとって正月は一年の始まりを告げる最も大切で最も古くから続く行事です。しかしこの正月という行事がいつ、どこで、そして何のために始まったのか、現代の私たちはその本質を知っているでしょうか。鏡餅に宿る神とは誰なのか。年神様とは単なる福の神なのでしょうか。今から遡ること数千年、日本列島の原風景の中にその答えを探す旅へ出かけましょう。こんにちは、ガッチャンです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。現代の暦では正月は1月1日。この日付は1873年、明治6年に日本が太陽暦、新暦を採用して以来定着しました。それ以前、日本は長く太陰太陽暦、旧暦を用いていました。旧暦の正月は現在の暦で言えば多くの場合2月頃、春の訪れに近い時期でした。そしてさらに時代を遡ると、正月のルーツは農耕社会のサイクルに深く結びついていたことがわかります。古代、人々にとって最大の関心事は作物の豊作と一族の繁栄でした。このため正月の起源は新しい年を祝う祭りというよりも、むしろ収穫のサイクルを支配する神々を迎えるための儀礼だったとされています。中でも最も重要な存在、それが年神様です。年神様は時に年徳神とも呼ばれ、単なる縁起のいい神様として現代では語られがちです。しかしその本質は穀物の豊作を約束し、同時に人間に新しい魂をもたらす非常に強力で神聖な存在でした。この年神様を迎える準備こそが、私たちが知る正月のさまざまな風習を生み出したのです。では、この年神様とは一体誰なのでしょうか。神道の神々でしょうか。仏教の仏でしょうか。実は民族学をはじめとする研究者たちは驚くべき説を提唱しています。年神様とは先祖の霊であるという説です。これは一見突飛な話に聞こえるかもしれません。しかし日本の古い信仰を紐解くとその根拠が見えてきます。古代の日本人は死者の魂は遠い山の上や海原の彼方に鎮座し、特定の時期に子孫のもとへ帰ってくると考えていました。この先祖の霊が帰ってくる時期は主に年に2度。1度目は夏のお盆、そして2度目が冬から春にかけての正月だったというのです。お盆が先祖の霊を迎え供養する行事であるのと同時に、正月もまた一族のそれを迎え入れ、新しい一年を見守っていただくための儀礼であったと。正月飾りの中心となる鏡餅は年神様、すなわち先祖のよりしろであり、その形は古代の神宝である銅鏡を模したものとされています。門松は年神様が降りてくるための目印、締め飾りは不浄なものが入らないようにするための結界です。正月行事のすべてが遠方から訪れるそれ、年神様を丁重にもてなすための準備だったと解釈すると、すべての風習に納得がいくのです。時代が下り、6世紀頃に仏教が日本に伝来します。仏教は先祖供養の概念を整理し、お盆の行事と結びつきました。ここで先祖の霊を祀る行事としての役割が、正月とお盆の間で徐々に分化していくことになります。お盆が仏教的な先祖供養と死者の霊を弔う意味を強めていく一方で、正月は農耕収穫を司る年神を迎えて
豊作と一族の繁栄を祈るというより現世利益的な色彩を濃くしていきました。平安時代になると、正月の行事は宮中の重要な御世知恵として制度化されます。ここでは天皇が新年の祝賀を受け宴を開く形式が定着し、政治的な行事としての側面が強まります。しかし庶民の間では古来の信仰が形を変えながらも脈々と受け継がれていきました。例えば現在ではお年玉として子どもたちに金銭が配られますが、そのルーツは年神から授かる新しい魂、すなわち年玉でした。かつてこの年玉は家長が神前で備えた丸い餅を配ることで実現されていました。この餅を食べることで一年の活力、つまり年神様の力を分けてもらったのです。仏教が浸透しても農耕社会の根本的な信仰は正月行事の中に頑として残っていたのです。そして日本の正月は歴史上最大の転換期を迎えます。1873年、明治6年、近代化を急ぐ日本は欧米諸国と同じ太陽暦を導入しました。これにより正月の日は従来の旧暦から強制的に1ヶ月ほど早い現在の1月1日へと移行しました。この急激な変化は日本の正月が持っていたある重要な意味を失わせるきっかけとなりました。先ほど述べたように旧暦の正月は多くの場合2月頃、それは寒い冬が終わりを告げ農作業の準備が始まる春の始まりと深く結びついていました。春を司る神々を迎えるにはまさに最適な時期だったのです。しかし新暦の1月1日はまだ真冬の最中、季節のサイクルから切り離され、正月は新年の儀礼という形式だけが残り、古来の農耕サイクルの区切り、生命の再生を願う祭りという深い意味合いは徐々に人々の意識から薄れていきました。現代の私たちは年神様がいつやってきて何のために鏡餅を飾り何のために雑煮を食べるのか、その根源的な理由を問い直す機会を失ってしまったのです。私たちが迎える日本の正月、それは古代の農耕儀礼から先祖供養の信仰、仏教との集合、武家社会の作法、そして近代化の波を乗り越えてきた数千年の歴史が凝縮された行事です。玄関に立つ門松はただの飾りではありません。遥か遠い情勢の国から訪れるご先祖様、年神様のための神聖な依り代なのです。迎春、新しい年を迎えるということは、新しい魂、年玉を神々から授かり、一族の繁栄と農作を祈るという古代から続く切実な願いの再現に他なりません。来年の正月を迎えるとき、この壮大なドラマに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。